こんにちは、あきかです。今日もインドからお届けします。今日はパートナーシップとかツインレイとか子供のこととかそのあたりをちょっと話したいと思っています。やっぱりね、やっぱり誰かと一緒にね、家族とか持ってると、向こうに置いといてくれたら。大好きなチップスも買ってきた。ありがとう。そこに置いて。誰かと一緒にさ、やっぱりこう暮らしたりとかね、やっぱりこう誰か欲しい、相手が欲しいとかね、思うのは自然なことだと思うんだけど、こういろいろうまくいったりとかうまくいかなかったり、なんでそういうことが起きるのかっていうことですよね。で、やっぱりさ、こう相手に求めたり自分自身の不足感を相手で埋めようとすると難しいと思うんですよね。だからこうパートナーシップとかでうまくいかない人って多分自分自身の中の不足感とか相手に対して求めるところとかがね強かったりするのかなと思うんですね。だけどさ結局自分の内側が相手を映し出してで家族とかやっぱりこうパートナーっていうかねそういう人ってすごいこう本当に身近に映し出してくるからもろ映し出してくるんだよね。だから自分の本当に投影なんですよ。だからその人がどうって思うっていうよりもやっぱり自分自身の中の何か不足感、あとはその満たされないものとかがねあるっていうところにちょっと気がつく時なのかなと思うんですね。だから相手に求めがちになっちゃうからね。でもやっぱりなんだろう、相手じゃなくてやっぱ自分なんですよこれはしょうがない。そうだからそこを見る時なんじゃないかと思うんですね。あとツインレイもそうかな。ツインレイもやっぱりちょっとストーリー的なところがあってやっぱ統合なんだよね。だから自分自身がやっぱりこう一致すること、自分と自分のハイヤーが一致することがまず先だと思うんですよね。だからツインレイを探すっていうのはさ、もう外側に相手探しててなんて言うんだろう、探し続けるみたいな感じになって苦しいと思うんだよね。ツインっていう言葉自体がもう分離じゃないですか。一応まあ自分の中で一つね統合するのがやっぱり先だと思うんですよね。統合した状態だったらあったりすることはあるのかなと思うし、そういうものもあるのかもしれないしないのかもしれないけど、まず自分そういうツインがあるとかないとかどこにいるかっていうことを探すっていうよりもやっぱり自分自身が統合する、自分自身がもう今で満たされるっていうのが結構大事なんじゃないかと思うんですね。そうするとおのずと外側に見えてくる世界はやっぱりこういい人、相手が変わっちゃったりするんだよね。相手が本当にすっかり違う人のようになってしまったり、あとはだからパートナーがね、パートナーが欲しいなと思ってていないなと思ってたけど、自分が豊かだったり満たされてきたり楽しんでるとやっぱりいたみたいなここにいたみたいな、いたんだみたいな感じになったり、そういう人に出会ったりとかね、やっぱり始まってくんだろうなと思うんですよ。周りの人の出会いが自然にいろんないい出会いが出てくるっていう感じだと思うんですよね。だからそのツインレイに関してもそうかなと思います。自分自身がやっぱり満たされてること、統合してる状態っていうのがすごい大事だと思う。やっぱりそれを探し求めるっていうのはやっぱり苦しいから、どっかでもうちょっとこうなんていうのかな、いつ出会えるかとかね、そういうものも手放していくとね、で自分が楽しんでたりすると出会ったりするのかなと思うので、自分自身の統合とかをやってみるといいと思います。あとやっぱりこう不倫とかさ、もうさ、不倫っていう言葉がさ悪いものみたいな漢字が悪い感じじゃん。負の倫みたいな。でもやっぱ古いよね。もっと自由な恋愛していいと思うし、宇宙とかってやっぱり自由だと思うんですよね。だからそういう家族っていう形もなんていうのかな、いいと思うんですよ。地球的だし、私も家族大好きだし大事にしてるし、だけど別にそういう不倫がどうとかさ、
あとそういうことを繰り返す人かな。やっぱり相手をとっかえひっかえ楽しんでもいいと思うんだけど、なんか自分の不足感があってさ、とっかえひっかえそういう感じでやってるとしたら、自分自身の何か満たされないものが何か小さい時とか、まあ過去性であったのかもしれないし、何かあったのかなっていうところを、まあ見る時なのかもしれないね。うん。でも自由な恋愛っていうのは、やっぱこれからもっともっと、悪いことではないと思うんですよね。人を好きになったり、なんだろう。みんなで仲良くするっていいんじゃないの？男も女もないというか、みんな仲良くすればいいじゃんって私は思うからね。好きだったら好きでいいし、愛し合ったりすればいいじゃんって思うね。私はそんなに激しくないし、そんなに求めないけど、でもみんな大好きみたいな。男の人も女の人も。なんか、バイセクシャルとか、それは、そういう体を求めるとか、そういうのはないけど、やっぱり大好き。みんな大好きっていう感じですね。そうそうそう。そんな感じ。やっぱりね、そうだな、パートナーシップとかこうツインレイとか求めてる人苦しそうだからな人多い感じするからさ、やっぱり一回ね、自分自身を認めてあげて、こう統合していくこと、今の自分、今豊かなんだなっていうことに気がついていくこと。なんかやっぱり外側に探し続けるって苦しいですから、一回ちょっと立ち止まってお茶飲んでくださいみたいな。ここにやっぱり自分の、ここにパートナー実はいるんじゃないかなって感じで、ハートとかね、満たされることに、実はこれがパートナーなのかもしれない。自分が満たされてると、なんか外側からやっぱり相手っていうのは現れてきたり、近くにいたんだなってことに気がついたりするんじゃないかと思いますね。そう。あと、子育てね。私ね、宇宙的なね、子育てしてんじゃないかなと思って、そういえば。あの宇宙的なんじゃないかなと思うんですよ。私ね、うちの子供たちね、この家わかると思う。借家というか、つながってるんですね。私、自分の家を、もう持ってもいいんだけど、やっぱりインドのカルチャーと離れちゃうじゃないですか。私、日本食しか食べないし、日本語しか喋んないし。そうすると、やっぱり子供たちが、インドのね、せっかくインドにいるのに、インドのことわかんなくなっちゃうもんね。そう。だから、大丈夫？気をつけて。チップス買ってきたら食べな。ありがとう。そう。だけどみんながやっぱりこう、一緒に育ててもらうっていう感じだね、ここだと。隣の家の人と、またお隣さんと、みたいな感じで。それで、子供たちが、隣の家でテレビ見てたりとか、隣の家からいろいろご飯もらったりとか、まあ私たちもね。そう。あと子供が、泣いてたらあやしてくれたりとか、みんなでやってもらう感じね。今もお姉ちゃん遊び来てるけど、お姉ちゃんにご飯作ってもらったりとか、一緒にみんな子供のことやってもらったりとか、これみんなで、育ててるっていうかね、みんなでやってるって感じ。今のコックさん、ビノさんって言うんだけど、ビノさんも子供の勉強教えてもらったりとか、なんていうのかな、みんなでやっぱり子供を見守ってるっていうのかな。これさ、やっぱり例えば私一人で全部やろうとしたり、料理作ったりとかやってたら、日本だとやっぱそういうとこあったかな。だけどインドのカルチャーってやっぱちょっと宇宙的というか、例えば隣の家族とかだと3家族ぐらいが一緒に暮らしてたりするんですよね。3、4家族ぐらいが。そうだからね、いろんな人がどっかから来てなんか泊まってたりしてよくわかんないんですよ。もうすごいいっぱいの人が。そういうとこに、うちも入ってる感じだから、なんかもうほんとごちゃごちゃなんだけど、みんなで育ててくれてるっていう感じ。そうすると、だからこうやってほら、今子供たち何やってるのかちょっとよくわかんない。なんか誰かインド人が見てるだろうみたいな感じなんですよね。全部自分でやんなくちゃってなると、ちょっと大変だったりするけど、こうやってみんなで、育ててもらったり、みんなに手伝ってもらってやってるから、やっぱすごい楽。だから自分は産んだんだけど、産んだ後はやっぱりこういろんな人たちと育てていくみたいな環境は結構インドはできるとこあるとか、インドとか海外ってもしかしたらそういうのがやりやすいのかもしれないよね。特にインドはね、すごいね、子供に対して優しいんですよ、本当に。
特にっていうか他の国がちょっとどうかそこまでよくわかんないけど、そう私子育てっていうのは多分前世の中とかであんまりやってないね、下手なんですよ多分全然よく分かってないから他の人に手伝ってもらわないと分かんないみたいな感じなんですよね。子供に接したことも全然なかったから、結婚する子供を産むまで全然なかったかな。あんま興味なかったし、うん。だからみんなほら得意な人たちに手伝ってもらうみたいな感じでやってるんだけど、これって結構宇宙的なんじゃないかな。プレアデスの子育てとかもなんかちょっと読んだことあるけど、だから産んだ後にみんなで育てていくみたいな。エササニ星とかもそうだったっけ？なんかちょっとバシャルとかも見てたけど、そんな感じだった気がするな、なんか。そういうやっぱり世の中に、少しずつなってきてると思うけど、もっともっとねこの先さ、100年1000年とかさいろいろ変わっていく時に私たちはね多分もう生きていないと思うけど、そういう風に変わっていくんだと思うんですよね。みんなで子供を育てていくみたいな、みんなの大事なものみたいな感じになっていく。だからやっぱり日本に暮らしてた時にやっぱ大変だなと思ったのは、自分が見なくちゃいけない、全部やんなくちゃいけないじゃないですか。私は特に旦那さんがと別居してたから、子供のね保育園の送り迎えやって、自分で働いてご飯も作って洗濯物もやって掃除もしてみたいな、もう死んじゃいますよ。大変だった。大変で、しかも旦那さんもいないからもう本当にやばかったですけど、これがなんかやっぱ本当に真逆の今は生活がちょっとできてんのかなと思って、宇宙的で楽で人に頼れてっていう、こういう安心してねできるような世の中に、だんだんなってきてると思うけど、もっともっとなっていくと思うので、ちょっと進んでる進んでないようでね、実は結構インドのこういうのってなんかすごい進んでんのかな、宇宙的なのかなって思いながら最近過ごしています。でやっぱり自分自身が満たされてるっていうことが本当に全て自分の内側がね表に映し出されてくることだと思うから、本当に自分のことをね大事にしていくっていうことが自分がねこうしたいと思ってることを満たしていくこと、そういうことが起こってくるっていうことになってくると思うから、まず自分の不足感とか足りないと思ってるところをちょっと見て癒してあげるとかねしてみるといいんじゃないかと思います。ではでは。